今日紹介するゲストは若くして医学、哲学、自然神学、数学、物理学、計算機科学、工学、生物学8つの学位を獲得している。さらに驚くべきことに彼はどの分野でも成果を上げ全宇宙に恩恵をもたらしてきた。工学では彼が主導し数琥珀期も続いた惑星のエネルギーパニックを解決した。医学では彼が開発した血清が人々を赤紋症から解放した。このように功績は数えきれない。全宇宙でも稀な多領域のオールラウンダー、彼こそがドクター・レイシオだ。ドクター？博士号が多すぎるからこう呼んでいるのか？私がお答えしましょう。一度彼と交流したことがあります。彼は愚鈍を世界が罹患している難病とみなしていて、全宇宙に知識を広げることでそれを癒そうと努めているのです。なるほど、愚鈍は病だから治すべきだ。人には愚鈍な部分があるものですから強く責める必要はないのですが、補足、私も含まれます。このように優しい紳士を招待できたなんて、今日は平和な一日になりそうだ。ドクター・レイシオは遵守の運命を歩む虚数属性キャラクターだ。彼はおかしなほど勤勉で時々傍若無人な施策に没頭する。レイシオさんの心情は知識は力なりですから。なるほど、知識はこのように力になるのかドクター・レイシオの通常攻撃は敵に虚数属性ダメージを与える。戦闘スキルは自身の攻撃力に応じて敵単体に虚数属性ダメージを与える。勉学はすぐ成し遂げられるものではありません。彼は皆さんのために復讐の用意もしてくれました。そう、ドクター・レイシオが戦闘スキルを発動すると確率でテンプを発動できるんだ。敵にあるデバフが多いほど確率がアップする。テンプが発動するとドクター・レイシオは追加攻撃を1回行う。敵にあるデバフが3つ以上の場合、テンプの発動確率が 100% になるぞ。つまりドクター・レイシオのテンプ発動確率が Y、 敵単体のデバフの数が X、 そして初期のテンプ発動の確率が N1、 敵にあるデバフごとの確率アップ量が N2 とすると、テンプの発動確率は Y イコール N1 足す N2×X になるのか。フクロウさんは学ぶのが早いですね。レイシオさんの知識への熱情が移ったのでしょう。いや、知恵ある者は惹かれ合うから博士号を8つ持つ人材になるには勉学の効率化を図らねばならない。そこでドクター・レイシオはみんなにいい手本を示してくれた。戦闘スキルを発動するとき、ドクター・レイシオは敵にあるデバフの数に応じて自身の会心率と会心ダメージをアップさせる。デバフが多いほど強化されるが、この効果の総数には累積上限がある。必殺技を発動するとドクター・レイシオは敵単体に虚数属性ダメージを与えつつ死者の短量を付与する。他の味方がそれを持つ敵を攻撃するとドクター・レイシオもそいつにテンプの追加攻撃を1回行う。この効果には発動回数の制限があるが、ドクター・レイシオの必殺技を発動すると回数をリセットできる。学びに果てなし。ドクター・レイシオは施策を邪魔されるのが大嫌いなんだ。秘技を発動すると彼は特殊領域を作り出し範囲内の敵を一定時間挑発する。さらに戦闘に入った後、挑発した敵の速度を確率でダウンさせるんだ。挑発された敵は彫像をドクター・レイシオだと思っているようだな。では授業の時間だ。さて、勉強が大好きな生徒は誰かな？ストームくんか。ドクター・レイシオが秘技を発動。授業開始だ。彼は教えありて類なしを信じています。補足、敵に対しても。授業が始まったばかりなのにデバフがあるなんて勉強熱心だ。ドクター・レイシオが戦闘スキルを発動。ストームくんに知識の一部を見せた。助教たちもよくやっている。アスターが敵に燃焼状態を、炭鉱は戦闘スキルで減速状態を付与。ストームにデバフを3つ付与したぞ。ドクター・レイシオは計算する。今戦闘スキルを発動すればテンプが必ず発動し追加攻撃を行える。有機生命体の知恵で不確定の命題から必然の結論を導き出せるのでしょうか。理論上可能。ドクター・レイシオは時間を無駄にするのが嫌いだ。彼はためらわずに必殺技をお見舞いしストームに知者の短量を付与した。これでストーム君は助教の教育を受けるたびにドクター・レイシオの追加攻撃を受けてしまう。
ドクター・レイシオと助教たちが力を合わせ、今日も見事に知識を広めた。ストームくんもいっぱい学べてよかったね。では退勤帰宅。有機生命体の知識と知恵を伝承する方法はとても勉強になります。私も治療してくれないか？頭が良くなりたくて。それなら方法があります。しかし推測、あなたはその方法を嫌います。早く教えて。方法1、外科手術。もう少し優しい方法はないかな。方法2、勉学に励む。手術はどこで予約できるんだ？